皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな待ってる三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。4月28日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は164メートル20でした。おとといと比べると60センチの下げで、これまでとは違う動き。締め切りまであと1ヶ月ちょっととなり、やっとその気になったということでしょうか。これについては後ほど詳しく。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒7120立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒11200立方メートル。差分については毎秒4080立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はマイナスの30、三峡ダムもマイナス1200。支流である宇高からの流入量がここに来て急激に減っています。なお、長江の最上流、金沙江にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒2560立方メートル。2日前の量と全く変わらず低い水準のままです。一方、深夜0時の放流量は毎秒13900立方メートル。単純に割り算すると 45% の発電状況で14基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといと比べると少しだけ放流を増やしているようです。三峡ダムと最上流にあるダムの流量についてデータを比較しながら現状を確認します。こちらは2月からおとといまでの流量の変化をまとめたグラフで、中国交通運輸部の発表データをもとに可視化したもの。上が三峡ダム、下が高架波ダムを表しています。まずは高架波ダムの方から、濃い青のラインの放流量に大きな変化はありません。このダムは発電が主な役割であり、相変わらず発電量は低いままということになります。水色の流入量は増えたり減ったりを繰り返す程度。このことから、さらに上流にあるダムも、それほど動きがないと言えそうです。次に三峡ダムの状況について、オレンジのラインの流入量は1ヶ月近く増えてきたものの、22日をピークに減少に転じています。最上流側ではほとんど動きがないのに、ダムへの流入量が大きく変化するということは、途中のどこかで影響を与えるほどの動きがあったということ。お察しの通り、重慶の少し下流側にある、宇高という川から流れ込む水が関係しています。こちらは宇高にある武流という観測所のデータ。22日は毎秒5000立方メートルまで増えた後、急激に減少していることがわかります。とはいうものの、まだ3000あたりで、さらに雨も降っているようなので、おそらくこのあたりでしばらく維持しそうな感じ。三峡ダムの一連の増水と、その後の減少のグラフを見比べると、かなりの確率で連動していることがお分かりいただけるかと。三峡ダムでは、放流量と流入量のギャップは大きくなったことから、冒頭にお伝えしたように、水位の急激な低下につながったということになりそうです。西洋チャンネル。さて、放流量と流入量の差が大きくなり、水位が下がり始めたというお話をしましたが、本当にこれからもそうなるのでしょうか。三峡ダムの現在の水位は165メートルを切ったところ、前回触れたように、6月の初旬に145メートルまで持っていくには、1日40センチほどをコンスタントに下げていく必要があります。直近の実績で言うと2日で60センチですから、まだ足りていません。三峡ダムの情報をもう少し詳しく見てみるとこのようになり、黒のラインの放流量と緑のラインの流入量に大きなギャップが出ていることは確か。昨日の最新情報を載せてみると、再び流入量が上昇傾向にあります。ダムの上流地域、そして長江の南側では雨雲が広がり、そこそこの降水量が観測されていることから、さらに上昇する可能性はあっても、急激に減るということはなさそうです。そうなると、水位を下げるためにできることは一つだけ。
ダムからの放流を今以上増やすしかありません。おそらく毎秒2万立方メートル近くの量を流さないと間に合わないかも。ただし、ここで問題があります。下流地域は今年広範囲で雨が降り、すでに水位が高い状態。三峡ダムから無計画に流してしまうと、場所によっては下流で川が溢れ、洪水が発生する可能性も出てきます。ですから、放流量のアップにも限界があるわけです。そうなると、毎日40センチ以上下げるのは難しくなり、最終的には150メートルあたりまでしか下げることができないのではないかと。そもそも論で言うと、運用上の最低ラインまで下げるのは、来たるべき洪水に備えるための事前準備です。2011年から2021年まで、毎年必ず145メートルまで下げる運用を継続し、その安全性を人民にアピールしてきた三峡ダムですが、現状を見る限り、もうその力は残っていないのかもしれません。ちなみに視聴者さんから質問をいただいたのですが、ダム湖の水を40センチ下げるには、どれくらいの水を減らす必要があるのかという件。実績ベースで言うと、4月25日22時、水位 164.81 メートル、貯水量が298億立方メートル、27日6時、水位 164.41 メートル、貯水量が295億立方メートルですから、40センチ下がるときに3億立方メートル必要だったことがわかります。あくまでも目安になりますが、東京ドームで言うと200杯くらいということでしょうか。ここまで見てきたように、長江の下流ではすでに水位が高くなり、これから上流でも増水しそうだということで、当局がどういうダム操作を行うのか。特に雨降の流量に注目しながら、今後の動きを生温かく見守りたいと思います。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後1時までの様子。長江流域では四川省東部から重慶周辺、さらに湖北省西部にかけて雨雲が点在しています。広範囲で一様に強い雨というより、局地的な雨雲が発達している状況。三峡ダム上流域にも雨の範囲がかかっているため、今後の流入量がやや増える可能性があり、特に支流からの流入変化に注意が必要です。次に、今後の予想を見てみます。引き続き、中部と南部で雨になりそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が18度、最低気温が12度で小雨の予報。ニュースでは、2023年以来のエルニーニョ現象になりそうだとも伝えられており、いつもの年より高温になることが多いようです。今後、香港やマカオ、広東省、それに福建省など南の沿岸部で強めの雨になるかもしれません。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。エルニーニョ現象、早ければ5月にも再発生、世界気象機関、ロイターが伝えています。記事によると、世界気象機関 WMO は、エルニーニョ現象が早ければ5月にも再発生するとみられ、世界の気温や降水パターンに影響を及ぼす可能性があると発表した。WMO によると、エルニーニョは太平洋の中東部で、海面水温が周期的に上昇する現象で、通常9から12ヶ月間続く。太平洋の赤道周辺海域で海面水温が急速に上昇する明らかな変化が観測されており、5月から7月の間にエルニーニョ現象が発生する可能性が高いことが示唆されているという。以上、エルニーニョ現象、早ければ5月にも再発生、世界気象機関についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。早ければ5月にもエルニーニョ現象が再発生する可能性があると発表した件は、今年の天候を考える上でかなり気になるところ。海面水温の変化をきっかけに、世界各地の気温や降水パターンを大きく変えてしまうようです。日本周辺で見ると、エルニーニョの際、平年よりも気温が下がるというのがこれまででしたが、前回の2023年は猛烈に暑くなるなど、絶対こうなるということでもない模様。中国の南部や長江流域の関係者も注目度は高いことでしょう。降水量の増減によって水力発電、農業、水運、ダム運用まで幅広く関わってきます。特に三峡ダムのような巨大インフラは、上流域の雨の降り方一つで状況が変わるため、現地でも警戒感が高まりそうです。また、天候の急激な変化は、農産物価格やエネルギー需要にも波及しやすく、私たちの生活にもじわじわと影響しそう。ただでさえイラン情勢で不安な中、今年の夏から秋にかけて、天気予報も気になる年となるかもしれません。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。
決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、かの国のニュースを合わせて発信していますので、ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。長江で10年間、禁漁である県。2021年1月1日から長江では禁漁がスタートしています。深刻な水質汚染が発生しており、漁獲量が激減。乱獲や生活排水、工場排水など、いろいろな原因があるとされています。10年間禁漁ということで、本流と支流も合わせて対象になります。当時、漁師の数は30万人とされていました。禁漁が始まって5年が経過。十分な保障はされたのでしょうか。次の職場は決まったのでしょうか。ダム建設の際に100万人以上が強制移住させられましたが、保障も十分でなかったという話もあります。そういえば、現地カメラの映像が配信されていた頃に、三峡ダムの下流側で釣りをする人が映り込んでいました。おそらく、ルアーで釣りを楽しんでいるのではないかという映像。今ではもう、見られないんでしょうね。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝9時までの6時間のレーダーの実績。日本海側に少し雨雲が確認できるものの、それ以外の地域では目立った雨雲は見られません。全国のライブカメラを見たところ、晴れているところと曇っているところが半々といったところでしょうか。ニュースによると、北日本では降水確率が少し高くなるとのこと。大陸にある雨雲がまた東に流れてきそうですね。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたらグッドボタンを、もう一つやなと思われましたらバッドボタンをお願いします。 YouTube の仕組み的にグッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますがどちらでも結構ですのでひと手間いただけると幸いです。引き続き最新情報をお伝えしていきますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。